こんにちは、逆ヨガです。今回はこちらの鍵爪をティブラという素材を使って作ってみました。ティブラはこちらになります。薄いシート状の素材ですね。今回の動画はこのティブラを販売されているジャノメミシン様の提供でお送りいたします。それでは早速みんなで作ってみましょう。まずはベース部分のパーツをティブラから切り出していきます。ティブラは薄いシート状の素材となっております。カッターで簡単に切り出すことができます。ティブラには2種類あって、こちらはティブラテックスというものです。裏面がネット状になっており、張りがあるので、ベース部分を作るのに最適です。次は装飾パーツを切り出していきます。こちらはティブラファインというものです。こちらは裏地がないので装飾向けとなっております。切り出しはカッターを使っておりますが、ハサミでも容易に切り出すことができます。なお、ティブラは Amazon で販売されています。リンクを動画の説明欄に貼っておきます。一通り切り出し終わりました。青いパーツがテックス、茶色のパーツがファインとなります。ベース部分の手の甲の部分を組み立てていきます。切れ目になっている部分の端と端をヒートガンで熱して貼り合わせていきます。このように熱することで粘着性が出るので、接着剤などを使わずとも接着していくことができます。この動画では一切接着剤は使いません。接着剤なしで接着できるのはとても楽でいいですね。接着した箇所を補強するために細く切ったティブラを裏面の接合箇所に貼り付けていきます。これも温めて貼り付けるだけですね。なお、ヒートガンとは熱風を送り出す道具です。ホームセンターで安いものでしたら2000円ぐらいで売ってます。商品のリンクを動画の説明欄に貼っておきますので参考にしてみてください。ベース部分の後半を接着します。これまで同様に熱して手の甲の部分と接着します。そしてさらに熱を加えて少し内向きに曲げ癖をつけておきます。そしてまた接合部の裏側を補強しておきます。ヒートガンで温めて接着します。縁取りを接着していきます。帯状に切ったものを温めて縁に貼り付けていくだけです。柔軟性があるのでカーブしている部分もきれいに貼り付けることができます。最後に装着用のベルトパーツを接着していきます。こんな感じで基本的にはヒートガンによる加工が中心となります。というわけでベースが完成しました。爪を作ります。ここからはティブラファインの方を使います。長方形に切ったものをまず熱します。それを端から巻いていって筒状にします。なお、机の上にはシリコンマットを置いています。最初はカッターマットの上でやってたんですが、マットにくっついてしまうのでシリコンマットでやるようにしました。シリコンマットは100均で買ったものです。先端部を温めます。ある程度温めてくにゃくにゃになってきたら、指でこねてとんがらせます。このように粘土みたいにこねることもできるというのもティブラの特徴ですね。再び熱を加えて、今度は少し折れ曲がった感じにします。このように分厚い棒でもしっかり熱を与えれば曲げることができます。ベースに装着するために、まずは穴をくり抜いておきます。くり抜いた穴に爪を差し込んでおきます。差し込んだだけだともちろん抜けてくるので、ティブラの切れ端を温めて軽くこねて、それを根元に盛り付けて固定します。ここからは装飾を作ります。厚みを出したいので
同じ形に切った4枚のパーツを少しずつ温めながら重ねていきます。立体的な形に加工したいので、熱を加えつつ指で形を修正していきます。この辺りの感覚は本当に粘土細工のような感覚ですね。そしてベースへと接着します。もちろんヒートガンで熱して貼り付けるだけで接着することができます。トゲのようなパーツを作ります。これも先ほどと同じように4枚を貼り合わせます。そして端を少し形を修正します。何も模様がないと面白くないので、ヒートガンで熱してヘラで筋を入れておきました。ヘラですが、最初やった時は結構くっついてきて失敗しちゃったので、ヘラにグリスを塗ってやったらくっつかなくなってやりやすくなりました。同じようなトゲを3つ作ったので、熱を加えてベースへと接着していきます。羽のようなパーツを作っていきます。これも同じように4枚重ねにしたものを加工していきます。そしてまたヘラで模様をつけていきます。これも先ほどと同じようにグリスを塗って剥がれやすくした状態で作業しております。羽のようなパーツもできたので、同じように接着していきます。最後に鋲のような装飾を行っていきます。切れ端を温めてこねて少しずつ貼り付けていきます。基本的に造形材料の切れ端ってゴミにしかならないと思いますが、こちらのティブラはこのように切れ端までも使えるというとてもエコな素材となっております。今の時代にマッチしてますよね。というわけで組み立てが完了です。次は塗装に行くよ。まずはベースカラーとしてラッカースプレーで真っ黒に塗ってしまいます。ラッカースプレーはホームセンターで買ってきた至って普通のラッカースプレーです。下地など塗らなくても綺麗に発色するので、とても手軽でいいですね。ここからは実際の色を塗っていきます。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使います。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。塗料に関しても特に変わったものは必要ないので、手軽に塗装することができますね。塗装をお見せしながら補足情報など少し語りたいと思います。ヒートガンを使ってきましたが、ドライヤーでもいけるのかと疑問になった人もいるかと思います。試してみたんですが、ドライヤーでも柔らかくはなるんですが、やはり温めるまでに非常に時間がかかるのと、熱のムラができてしまって綺麗に温まらないなと思ったので、やはり効率よく作業するのでしたらヒートガンの方がいいかなと思います。次の話ですが、ティブラファインとテックスを今回両方使ってますが、ティブラファインだけでもいけるかなと思います。今回はそれぞれの特性を紹介するために両方使って作ってみました。Amazon の販売ページにサンプルの造形物がいろいろ写真載ってますので、そういったものも見てもらうといいかなと思います。というわけで、ついに完成です。重量は 180g です。今回はティブラファインとティブラテックスを1枚ずつ使いました。動画の内容に質問があればコメントでお気軽に書き込んでください。仕上がった時の硬さなんですけど、このベースの部分は多少柔軟性があるんですけど、曲げてもね、折れるようなことはありません。パキッと欠けたりとかもしませんね。そしてこの装飾の分厚い部分なんかはかなり硬いです。指で力かけてポキッといくようなこともまずありえないかなと思います。指で弾くとどんな感じの硬さが伝わるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。こんな感じに硬く仕上がりますので、硬いものを作りたいっていう人にもおすすめなんじゃないかなと思う素材です。ティブラはジャノメミシン工業様が Amazon にて販売しております。参考までに Amazon のスクショを貼っておきます。
ご覧のようにサイズの種類もあるみたいですね。というわけで今回はティブラを使って鍵爪を作ってみました。ぜひ皆さんもこのティブラ使ってみてくださいね。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。